こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。私は最近、薬屋の独り言というアニメにハマっています。はい。ハマっていますは、夢中になって見ていますという意味です。皆さんは日本のアニメは好きですか？うんうんうん。今日は皆さんが大好きなアニメを通してもっと深く、ディープに日本語と日本文化を勉強していきましょう。はい。アニメを見ていると、え、どうして日本人はこうするのと、不思議に思うことはありませんか？はい。まず最初にアニメに出てくる日本の不思議な習慣についてお話しします。ちなみに後半では有名なアニメの舞台になった東京の観光地について話します。最後まで見てくれたら嬉しいです。話すレベルは N3 レベルが中心ですけど、時々 N2 レベルの語彙、ボキャブラリーも出てきます。では、行ってみましょう。まずは、アニメをきっかけに、外国の人が驚く日本の習慣を一緒に見ていきましょう。はい。では、まず一つ目です。アニメでキャラクターが家に帰ってくると必ずただいまと言って靴を脱ぎますよね。はい。これは日本の家の、ルールですけど、注目してほしいのは靴の向きです。はい。育ちがいいキャラクター、マナーがいいキャラクターや真面目な性格のキャラクターは脱いだ靴を玄関のドアの方に向けて揃えます。揃えますは並べますという意味です。はい。これはどうしてだと思いますか？これは次に履く時のことやその家の人への気遣いを表しているんです。はい。皆さんも日本人の家に行くときは、ぜひ靴を揃えてみてください。はい。日本のマナーをよく知っているね、とびっくりされるかもしれません。次は2つ目です。学園物語のアニメで放課後に生徒たちが教室を掃除しているシーンを見たことがありますか？はい。日本では小学校から高校まで、12年間、はい、すべての授業が終わったら掃除の時間があります。はい。これは自分たちが使う場所は自分たちできれいにするという教育の一環、ステップとして行われています。掃除の時間は学校によって違うんですけど、だいたい20分から30分くらいあります。クラスメートと先生と一緒に掃除の担当を決めて、トイレ掃除をしたり、音楽室を
掃除したり、ゴミ捨てをしたりしました。はい。掃除の時間を思い出すと、なんかすごく懐かしい気持ちになります。はい。掃除の時間が終わったら、家に帰れるので、みんなテンションが高かったですね。はい。で、掃除が終わったら、先生を呼んで、本当に掃除をしたかどうか、チェックされます。はい。よくアニメで、キャラクターたちが掃除をサボって、掃除をしないで、先生に怒られているシーンは、日本の学校ではよくあることです。はい。私も1回、2回は、あったと思います。はい。皆さんの、国でも、掃除の時間はありましたか？はい。では次に行きますよ。はい。皆さん、なんかアニメに出てくるキャラクターが、鼻血を出すシーンを何度か見たことがありませんか？はい。例えば、なんか男の子のキャラクターが、綺麗な女性を見たり、何かすごくラッキーなハプニングがあったりした時に、この鼻血が出るシーンがよく出てきます。はい。あの、実はこれ、なんか医学的な根拠、エビデンスがあるんじゃなくて、なんか日本アニメの独自の、なんか興奮しすぎているという表現なんです。はい。この表現を知らない人が見たら、え、どうして急に怪我したのとか、体は大丈夫と、心配するかもしれないですけど、鼻血を出すというシーンは、すごく興奮しているという、アニメ独特の、ルールなんです。ね、この表現を考えた人は誰なんでしょうね。はい。面白い、アニメ表現の一つです。では、次に行きます。はい。皆さんは、キャラクターが急にハクションとくしゃみをした後に、なんか、誰かが私の噂をしているのかなと、言うシーンを見たことはありませんか？日本では昔からくしゃみが出るときは誰かがどこかで自分の話をしているという迷信、噂があります。はい。もちろんこれも話が出るシーンと一緒で医学的な根拠はないし、ただの風邪かもしれません。はい。だけど、悪い噂を言ったら、それが相手に伝わってくしゃみが出ると考える人が多いです。うん。私も時々くしゃみをすると、家族や友達から、誰かが噂しているかもねと言われます。アニメでくしゃみが出た後は必ず別の場所でそのキャラクターの噂をしているシーンが流れるので、注目してみてください。はい。次は世界的に有名なアニメの舞台になった東京の観光地を紹介します。はい。ちなみにアニメの舞台になった有名な場所に行くことを
聖地巡礼と言います。聖地巡礼。皆さんは聖地巡礼をしたことがありますか？はい。実際にそこに行って、キャラクターと同じ景色を見たり、同じポーズで写真を撮ったりして楽しみます。最近では聖地巡礼をするファンのために特別なスタンプラリーやイベントを用意している街もたくさんあります。はい。では東京にある聖地巡礼スポット、一つ目は新海誠監督の君の名はのラストシーンで有名な階段です。この階段は新宿四谷の菅神社という神社にあります。ここは今でも世界中からファンが訪れる場所です。実際に行ってみるとアニメのシーンとそのままの景色があって本当に感動します。はい。階段の下から上を見上げるように写真を撮ると綺麗に撮れるんだそうです。はい。試してみてください。はい。そしてアニメといえばやっぱり秋葉原です。はい。秋葉原という場所のことを秋葉と言います。はい。秋葉はシュタインズゲートなどの舞台として有名だそうです。うん、ちょっと私はこのアニメのことをよく知らなかったです。はい、ごめんなさい。はい。まあ最近では推しの子というアニメで秋葉の街並み、街の景色がそのまま登場します。秋葉原はただの観光地だけじゃなくてサブカルチャーの聖地として独特な雰囲気があります。例えばアニメ以外にゲーム、アイドル、メイドカフェなどのサブカルチャーがあります。歩いているだけでも面白い場所です。はい。秋葉に行ったことがある人はいますか？はい。最後は渋谷です。はい。渋谷は呪術廻戦や化け物の子というアニメの舞台として有名です。特に呪術廻戦では渋谷を中心にいろいろなバトルがありましたよね。はい。私は呪術廻戦が大好きなので渋谷に行くともう気分が上がります。はい。アニメに出てきた有名なスクランブル交差点やその渋谷駅の地下鉄の入り口などアニメではキャラクターによって壊されていた場所がちゃんとあります。はい。現実の世界ではどうなっているのかを確認しに行くのも面白そうですね。はい。渋谷は常にいつも変化が大きい街なのでアニメの中の景色と今の景色を比べるのもすごく
楽しいと思います。はい、皆さん今日の話はいかがでしたか？アニメを通して日本文化や言葉を学ぶと、教科書で勉強するよりも記憶に残りやすいと思います。最後に皆さんに聞きたいことが2つあります。1つ目は、皆さんがアニメを見ていて不思議だなと思った日本の習慣は何ですか？はい。そして2つ目は、もし日本に来られるなら、どのアニメの聖地に行ってみたいですか？はい。ぜひコメント欄で教えてください。皆さんのコメントを読んで、私も新しい発見をしたいと思っています。短い日本語でも大丈夫です。練習だと思って日本語でいろいろ書いてみましょう。皆さんがコメントを書いたら私が返信します。はい、楽しみに待っていてくださいね。はい、このポッドキャストが役に立ったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。では皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。次のレッスンでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。